どうして帰ってきたのよ。私の部屋で何をしてるの？そのバッグ、どうするつもり？どうせ使ってないみたいだから、私がお金に変えてあげるのよ。は？そんな勝手なことが許されるわけないでしょ。返しなさい。私の名前は夏。私は昔から自分のことは自分でやりたい主義で、責任感が強い子供でした。勉強も運動も頑張って、それなりにいい大学に進学でき、就職先だって割と大手企業。もちろん、親のバックアップがあったからだけど、自分の力を伸ばすために頑張ったのは私。ある程度、自分にも自信を持てていました。そんな私の気高さに惚れたのが今の夫。夫の陽太は自分にはない決断力や思考力、私の強さに惹かれたと言っていました。確かに陽太は事なかれ主義であまり深く考えないところがありました。まあ、それが彼の優しさであり、いいところでもあるんだけどね。私たちはデコボコだけれど、それがまたいいバランスになればいいと思っていました。とは言ったものの、少し困っていることがあります。それは、夫と義妹の関係についてでした。夫には、年の離れた妹がいて、今年大学生になったばかり。年齢が離れているということもあってか、夫は義妹に対してデレデレなのです。奏は本当に甘えん坊だな。そんな感じで大学やっていけてるのか？大丈夫だよ。奏頑張ってるもん。ねえ、お兄ちゃん、明日車で送ってほしいの。仕方ないな。頑張ってるなら協力するか。やった！さすがお兄ちゃん、大好き！夫は、義妹の奏の言うことはなんだかんだすべて叶えてしまいます。義妹の大学までは我が家からの方が近く、わざわざ家まで迎えに行ってから送るとかなりロスです。それでも夫は出勤前に大学まで送っていくほど激甘なのです。いい年してそんなことしてて大丈夫なの？私は夫の甘さも義妹の自由さにも疑問を感じていましたが、知ったことではありません。まあ、私に関係ないところでやってくれれば何でもいいかと思っていたのです。そんなある日、私たちの生活に突然異変が起きたのです。私が仕事から帰ると、玄関には見慣れた靴が。あれ、奏ちゃんが来てる。本当にいつも急なんだよな。義妹は夫に会うためにいつも突然やってきます。私に断りを入れることはほとんどなく、全部夫に連絡が行くので、驚くこともしばしば。どうやら今日も夫に用があって家に上がり込んでいるようでした。あ、夏さん、こんにちは。今日もお邪魔します。奏ちゃん、こんにちは。あれ、今日大学は休みなの？大学のことはいいの。今日はお兄ちゃんと遊ぶために来たんだから。ねえ、お兄ちゃん。いつになったら兄離れするんだか。今日は何がしたいんだ？口では嫌そうにしてみせるけど、明らかに喜びを隠しきれていない夫。デレデレのくせによく言うよ。いい大人が二人で何をしてるの？見てられない。正直、二人の仲の良さは少し異常で、私は気持ち悪くて見ていられませんでした。あ、そうだ。今日はお願いもあるの。お兄ちゃんなら聞いてくれるよね。なんだよ、言ってみな。私、来週からここに住みたい。送ってもらいやすくなるし、いいでしょ？ああ、それは明暗だな。ちょっと待ってよ。私困るから。思わず口を挟んでしまいました。どうして夏さんが断るの？ここはお兄ちゃんの家でしょ？
私たちは夫婦だし、もちろん一緒に住んでいます。だから、陽太の家であることは確かなんだけど、でも、この場合の返答は少し違う気がしていました。ここは私の家でもあるのよ。それに契約者は私よ。だから私に決める権利があるわ。まあまあ、契約とかそんな堅苦しい話はやめよう。俺も送迎が楽になるし嬉しいよ。でしょ？みんな幸せないい提案だよね。私の気持ちが含まれていないけど。夏さんは私がいても全然嬉しくないってことなの？私かわいそう。こんなに可愛い妹がお願いしてるのに嫌がるなんて。そんなことは言ってないけど、私たちの生活だってあるんだよ。俺は構わないよ。元はといえば一緒に住んでいたわけだし。待ってよ。私は休みの日とか家でゆっくり過ごす時間も持ちたいのよ。部屋も余ってるし、奏に一室あげたらいいだけだろ。夫は義妹の申し出にかなり乗り気なようでした。大学に行くために送ってもらうのもどうかと思うし、そもそも実家から通う前提で選んだんでしょ。大学生にもなってほぼ毎日お兄ちゃんのことばかりで、いい加減恥ずかしくないのかしら。お兄ちゃんとまた暮らせるの本当に嬉しい。一緒にいられなくて寂しかったんだよ。奏は俺がいないとダメだからな。よし、そうと決まれば部屋の掃除をしておこう。勝手に決めないでよ。夫は私の反対を押し切り、半ば強引に同居を決めてしまったのです。私は義妹との同居生活にただならぬ不安を感じていました。そもそも義妹に対してはいい印象は一つもありません。夫との関係性だけでなく、奏自身の態度が出会った初日から最悪だったのです。何？この知らない女の人、誰？俺の奥さんになる人だよ。夏って言うんだ。これからは家族として仲良くしてくれよ。ありえない。どんな手を使ってお兄ちゃんを騙しているの？お金？私は騙されないから。私は騙してないよ。まあどっちでもいいけど。お兄ちゃん、そんなことより明日は私と服を買いに行こう。デートだよ、デート。仕方がないな。連れて行ってやるか。でも明日は私と映画に。悪い、奏と行くからリスケしてくれ。でも上映日は明日までなんだよ。じゃあ他の人と行ってきてくれよ。奏の頼みなんだ。わかるだろ？お兄ちゃんは私を選んでくれた。明日はたっぷり遊ぼうね。私が夫と結婚するのが相当嫌なのか、私へのマウントを取るようになりました。義両親はそんな様子を見て一応謝ってきました。こらこら、あまりわがままを言わない。ごめんなさいね、お兄ちゃんっ子で。取られたみたいで寂しいのよ、きっと。そう言いながらも、夫と義妹が戯れているのを見て、微笑ましそうに笑っていました。この状況のどこに微笑ましさを感じるの？大人が二人で戯れ合っていて、かなり異様な感じがするんだけど。兄弟とは思えないほど近い距離でベタベタと関わる二人は異質に見えました。私は自分の予定をキャンセルされてまで妹を選んだ彼のこの行動を忘れられません。そしてこの日を境に義妹は私への敵意をむき出しにしてきました。夏さん、もうおばさんなんだからその服やめたら？私くらい可愛くないときついよ。そうかしら。これ陽太がくれたんだけど。そうなの？さすがお兄ちゃん、センスある。服自体は可愛い。は？何その手のひら返し。お兄ちゃん、私の服も選んでよ。夫が絡むと途端に手のひらを返す義妹。
あくまで攻撃したいのは私だけで、夫との関係を邪魔できればいいようです。こんな義妹でしたが、毎日関わるというわけではありませんでした。義実家に顔を出せば会う程度で済んでいたから我慢できていました。それが定期的に遊びに来るようになり、ついには一緒に住むと言い始めたのです。絶対そんな生活耐えられない。想像するだけで大変だと思っていましたが、実際には想像を絶するほどでした。私、朝はパン派なんだけど、どうしてご飯が出てくるのよ。そんなの言ってくれないとわからないよ。明日はパンを用意しておくから。は？じゃあ今日はどうするのよ。今日は我慢して食べてね。無理無理、ありえない。今から買ってきて。私を飢えさせる気？は？何を言ってるの？朝はみんな時間がないの。わがまま言わないで。お兄ちゃん、助けて。はいはい、朝から揉めるなよ。奏、送るときに買ってやるから。さすがお兄ちゃん。やっぱり朝はパンだよね。こんな調子で初日から大波乱。義妹は好き勝手に過ごし、私は多大な迷惑をかぶっていました。ちょっと、それ私の服、どうして着てるの？だって、これはお兄ちゃんが選んだ服だよね。私が着てもいいでしょ？は？どういう原理でそうなるのよ。お兄ちゃんの愛は私が受けるべきなのよ。意味わからない。早く脱いでよ。私のものを勝手に使うことだって少なくありません。夫が選んだり買ったものはすべて自分に使う権利があると言い張るのです。それ以外にも夜中に大きな音で音楽を流したり、勝手に友達を呼んだり、私は突然大きな子供の育児をする羽目になってしまったのです。しかも文句だけは一丁前で、家事の手伝いをするわけでもなく、口を開けば嫌味ばかり。私はたまらず夫に相談しました。ねえ、どうしてあんなに自由なの？私は子守なんて嫌だよ。奏だって新しい環境でそわそわしてるだけだ。お前が興奮してどうするんだよ。あれは明らかに私に迷惑かけようとしてる。どうして私が我慢しないといけないわけ？おい、もしかしてお前までやきもちか？俺も隅に置けないな。やめてよ、ふざけないで。夫はまともに話を聞いてくれないし、解決するのは無理そうです。すると、私の怒りをなだめたかったのか、とある提案をしてきたのです。そんなに嫌なら、奏に家賃を払わせるのはどうだ？え？どうしてよ？ホテルに泊まるのにもお金がかかるだろう。そう考えれば家事をしなくても納得いく。お前もそれで納得してくれよ、頼む。確かにこの対案には一理あると思っていました。完全にお客さんだということにしてしまえば、義妹のとんでもない行動にもある程度目がつむれます。仮にも家族なのにそんな対応をするのには多少抵抗もありました。でもそれ以外に解決策も見出せず、その案に乗ることにしたのです。もちろん義妹はこの提案に対してかなり不満顔。でも大好きな兄からの提案ということでしぶしぶ受け入れたみたいです。義妹が払うことになったのは月に3万円。夫は一人暮らしの練習も兼ねて3万円が妥当だろうと決めたようです。こんなことなら家にいた方がマシ。お金ないんだけど。じゃあ帰ったら？お兄ちゃんといられるんだから払うしかないでしょ。本当にうざい。義妹は文句を言いながらも月に3万円を支払うようになりました。私にも効果はあったようで、多少のことなら許せるようになりました。あの子はお客様、ある程度は仕方がない。何かあっても自分に言い聞かせるのには十分だったように思います。しかし
ここでとある疑問が湧き上がるのです。あれ、あの子最近バイトしてる様子もないけど、どうやってお金を捻出しているの？夫のお金というわけではなさそうですし、両親のところに行っている様子もありません。でもそうなると、本当にどうやって捻出しているのだろう。もしかして良くない友達に借りてるとか？そうなってくるとまずいよね。ほんの少し義妹の安否を心配したのですが、その心配をよそに謎はあっさり解けました。私の部屋から何やらゴソゴソと音がして見に行ってみると、奏の姿がありました。そこで何をしてるの？どうして帰ってきたのよ。この日、私は仕事が早く終わり、いつもより早く帰宅することができたのです。誰もいるはずのない部屋から音がするので見に行けばこのありさま。私の部屋で何をしているの？それ私のバッグじゃない。もうバレちゃったの？仕方ないな。バレたって何？また勝手に使うつもりだったの？どうせこれ全然使ってないんでしょ？だから私がお金に変えてあげようと思って。お金に変える？どういうこと？その後ろの箱は何よ？だから私が売って有効活用してあげるって言ってるんじゃない。はあ？よく見たらクローゼットの中から服が減ってるじゃない。義妹は定期的に私の部屋に忍び込み、勝手に服やバッグを売り飛ばしていたというのです。もう許せない。お金を払っていようとこんなことまでは許せないでしょ。それにそのお金だって私の私物で賄ってたってことでしょ。気づかないあんたが悪いんじゃないの？私のせいにしないでよ。私は義妹の行動が許せず、帰宅早々夫に話して義妹を追い出してやるつもりでした。すると夫は私に向かってこう言ったのです。奏だって悪気はないんだよ。こうやって覚えていくだろう。そんなの小さな子供に言うことでしょ。もう大学生だよ。とはいえまだ子供だろ。私のものを盗んで売ってたんだよ。私はそれも許さないといけないの？私は良かれと思って善意でやったのに。ほら、奏もこう言ってるし許してやってくれ。私はその言葉に愕然としました。いくら実の妹とはいえど、かばいすぎじゃない？それにこれを許したら、もう何でも許さないといけなくなってしまう。わかった、もういい。そんなにかばうなら、あなたが責任を取りなさいよ。責任ってなんだよ。私は子育てをするためにここにいるんじゃないの。私は私の生活があるから。あなたがこれ以上、奏ちゃんを野放しにするというなら、私はあなたごと見限るわ。おい、そんな極端なこと言うなよ。私は本気だよ。何度相談しても取り合ってくれなかったじゃない。可愛い妹と仲良く二人で暮らせばいいんじゃない？すると夫は少し笑いながら、やれやれといった感じで返事をしました。やっぱり嫉妬してるのか？俺の嫁は夏だけだぞ。モテる男って辛いんだな。バカにしないで。私は本気だって言ったよね。あなたへの愛なんてとっくに冷めているの。荷物をまとめて二人とも出て行ってよね。離婚届もここにあるから書いて。私が離婚届を見せると、状況を理解したのか、顔をこわばらせました。この家は私の名義だし、このままここに住みます。ほら、早く出て行けよ。そうかよ。お前は家族を大切にできない薄情なやつだったんだな。そんなやつはこっちから願い下げだよ。ほら、奏行くぞ。夫は私に逆上し、義妹を連れて出て行きました。私は念のため、義両親にも状況を電話で説明しておきました。義妹がこれまでどれだけ好き勝手やってきたか、そして夫と離婚することも、まだ義妹から謝罪がないことも、
勝手に物を売られたことも全部話してやりました。すると義両親は話を理解してくれ、義妹が勝手に売った分のお金を振り込んでくれました。そしてあの二人がどうなったのかというと、離婚が成立してから1ヶ月ほど経った頃、元夫が家に泣きながら押しかけてきました。俺が悪かった。許してくれ。今から2人でやり直そう。何を言ってるの？迷惑だから帰ってよ。楓の尻拭いをさせられていて大変なんだ。助けてくれよ。俺たちの仲だろ。聞けば、楓は最近彼氏を作ったようで、その彼氏のものも勝手に売りさばいていたみたい。兄として紹介されていたため、元夫には彼氏からのクレームが殺到。売りさばかれたものは数十万する貴重な絵画で困り果てているというのです。もうあなたとは夫婦でも何でもない。あなたが甘やかすからあんなモンスターになったの。きっと悪気はないんでしょ？せいぜいしっかり育て直してあげたら？人様のものを勝手に売っておいて悪気がないわけないだろ。それ、あなたが私に言ったことだよ。どうして自分が言われると怒るの？夫はハッとしてやっと気がついたようでした。どちらにせよ、もう関わってこないで。思い出すだけで腹が立つ。私は勢いよく扉を閉め、それ以降どんなに連絡があっても返しませんでした。結局その後、元夫だけでは解決できず、家族の問題にまで発展。親からもかなり叱られた奏は、わがままを一切聞いてもらえなくなったみたい。正直、そうやってこれまで育ててきたくせに、勝手だなとは思いますけどね。しかも奏は、大学でも噂が広まり、友達は全員去っていってしまったらしい。それにイライラして、家では暴飲暴食が止まらず、見るに耐えない容姿になってしまったようです。大事なお兄ちゃんが買ってくれた服も着られないみたいでかわいそう。あの人たちがどうなろうと、私には関係のないこと。いつまでも仲良しごっこをしていたらいいんじゃないですか？私は離婚後もいつもの調子でバリバリ仕事をこなしています。むしろ厄介事が減って、より精力的になっているくらい。もうあんな経験はごめんだけどね。でも今後もし再婚して子供ができたとしたら、あんな風にならないように育てようとは思います。